東北食べ歩きです。いつもご覧いただきありがとうございます。今回も美味しい料理を食べ歩きたいと思います。それでは東北食べ歩き旅編スタートです。今回の目的地は岩手県北に位置します二戸市に向かっています。目的のお店は短角牛をお店の売りにしている焼肉屋さん短角亭と、二戸市は南部せんべいの里ということなので北のチョコレート工場に立ち寄りたいと思います。最後に二戸市の観光名所の馬仙峡を紹介したいと思います。それでは短角亭さんへ向かいましょう。二戸市内に入ってきました。この辺りはシビックコア地区と呼ばれる県や国の合同庁舎が立ち並ぶ地区のようです。その一角に目的のお店短角亭がありました。目的のお店に到着しました。とりあえず車を止めましょう。お店の場所と詳細はご覧の通りです。最初に目的の料理の素材について説明します。岩手短角牛は日本短角種と呼ばれ和牛の品種の一つのようで東北地方から発生したようです。旧南部藩の領地において農耕や運搬用の駅地区であった南宮市にショートホーン種などの海外品種を掛け合わせたことが始まりのようです。この日本短角牛は全国で約7000頭が飼育されているようですが、そのうちおよそ4割が岩手県内で飼育されており、岩手県が日本一の産地のようです。この岩手短角牛は県北近くを中心に生産され広大な草原で育てられているようです。全国の食肉用牛の頭数に占める日本短角牛の割合は 0.5% 以下と希少な牛肉のようでした。それでは短角亭さんのメニューを見てみましょう。こちらが短角亭さんのランチメニューです。日替わり焼肉ランチ B を選ぶと短角牛カルビか短角牛ももカルビが選べるようです。ということで今回選んだ料理を紹介します。こちらは日替わり焼肉ランチ B でお肉は短角牛カルビを選んでいます。そしてこちらは同じ日替わり焼肉ランチ B でお肉は短角牛ももカルビを選んでいます。セット内容はライス、スープ、ミニサラダ、角的とそれぞれのお肉になっていました。さらにお肉は短角牛カルビと短角牛ホルモンを追加しています。それでは焼きながらお話を続けます。さてこの短角牛のカルビですがご覧の通り脂が少ない良質な赤身肉のようです。一般的に流通しているものは黒毛和牛と呼ばれる霜降り肉ですが、短角牛はご覧のように低脂肪の良質な赤身が特徴のようです。お味の方ですが見た目と同じで黒毛和牛とは味、食感ともに明らかに違いました。まずカルビ肉ですが甘みのある脂を感じつつも噛みしめると野趣あふれる旨みが出てきます。そして歯ごたえのある筋肉質な食感がありました。明らかに旨みがありながらヘルシーなお肉でした。これが本当の岩手の味なのかと実感できました。ちなみに短角牛は良い味を作るため飼育方法にこだわりミネラル豊富な雑穀を餌にするなどいろいろこだわって育てられているそうです。
お肉の話はここまでにして、次は短角亭さんの冷麺をいただきます。こちらは冷麺のハーフです。麺はしっかりした歯ごたえの太ストレートです。スープはまろやかでコクのあるお味。具材はお肉が1枚、きゅうり、ゆで卵、ネギにフルーツはリンゴとパイナップルでした。別からの辛みは明らかに他店とは違う汁っ気の少ないキムチです。うまみのある辛さで美味しかったですよ。さて、一通り食べましたので次へ向かいましょう。美味しい料理を食べた後は甘いものが良いですね。ということで、南部せんべいの岩手屋さんこと小松製菓さんが運営している北のチョコレート工場兼店舗の2ドアさんに立ち寄りたいと思います。南部せんべいの岩手屋さんといえば、こちらのかわいいおばあちゃんがおなじみですね。ちなみに二戸市は南部せんべいの里ということで、南部せんべいの岩手屋本店がありました。撮影当日は定休日だったため店内には入れませんでした。話を戻しまして、北のチョコレート工場兼店舗の2ドアさんはチョコ南部という商品を作っている工場で、ご覧の通り工場見学ができるようになっていました。ガラス越しに見える綺麗で衛生的な工場でチョコ南部が作られていました。店内では限定商品などいろいろ販売されていましたので、ここぞとばかりに大量購入しました。ちみチョコせんべいや納豆せんべい、生南部サブレ、そして豆せんべい、醤油せんべい、明太子味のせんべいなどでした。面白いものとしては、こちらは食べられませんと書かれていますが、 QR コードを読み取るとチョコ南部の秘密を見ることができました。さて、店内にはカフェコーナーがあって、ご覧のようなソフトクリームなどを食べることができました。選んだのは左が2ドアソフトバニラ味と2ドアソフトチョコ味です。どちらも割りしみ醤油せんべいが添えられています。そしてどちらも生乳仕込みでシールド乳酸菌100億個配合と書かれています。お味ですが、まずどちらもトルコアイスのようにかなり強めの粘りがありますね。そしてバニラ味は生乳感のある爽やかな甘さです。またチョコ味はビター感のあるチョコ風味をしっかり楽しめるお味でした。どちらも添えられた南部せんべいとの相性が良いので、一緒に食べて美味しかったです。さて、一通り美味しいものを楽しんだので、最後に二戸市の観光名所を紹介します。紹介する場所は馬仙峡と呼ばれるところです。二戸市の国道4号を走行していると、ご覧のような怖いほどに高いところにある岩を見たことがあると思います。この岩は左の大きい方が最上岩といい、右は女神岩といい、馬淵川に臨む岩と断崖の景勝地です。国の名勝指定を受けた日本一の大きさを誇る夫婦岩として、最上岩は高さ180メートル、女神岩は高さ160メートルの巨岩が立っています。その近くにはご覧のような馬仙峡展望台があり、ご覧のような雄大な景色を見ることができました。なお、こちらの展望台までは集落の狭い道路を通行する必要がありますので、くれぐれもスピードは控えめに安全運転でお願いします。今回の動画はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた
お会いできることを楽しみにしています。